やっぱりこの寿司屋っていうのはかっこいい仕事なんだっていうのを若い人たちにも感じてもらって、寿司屋になりたいなっていう子どもたちがいっぱい増えたりしていけるといいかなというふうに思ってますけど、見た目のかっこよさだったりマインドのかっこよさですね。辛くても辛いって顔しない、笑顔で握るっていうことがやっぱかっこよさにつながっていくんじゃないかなというふうに思いますけど、働いてる人もお客さんもやっぱ楽しんでもらいたいっていうのは一つありますよね。うちで働いたり食べに来て楽しい気持ちになってもらうっていうのが達成感っていうんですかね、そういうのを味わってもらえるとすごく自分のやりがいにつながるかなというふうに思いますけど、やっこ寿司の3代目になります代表取締役です。栃木県出身です。関幸雄です。よろしくお願いします。高校卒業して2年ほど和食の世界に行きました。その時にちょうどうちの父が新しい店を出すということで宇都宮に帰ってきました。お寿司を始めたのは20歳ぐらいの時からなので約25年ほどの経歴になります。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。東京のお寿司屋さんとは全く違うこの、すごく広くて大規模なお寿司屋さんだなと思って、東京じゃないような雰囲気がいいかなと思ってますけども、カウンターも飲むお客さんもかなり多いので、飲むお客さんと食事するお客さんとこう分けられるようにちょっとカウンターを2つに分けたというのがあります。もう長いですか？大体10年目になります。水炊きはもう30年、この道30年お寿司業界歴はどれぐらい？は5年目です。5年目。はい。新卒ですか？はい。なんでお寿司の道に入られたんですか？調理の専門学校に行ってたんですけど、お寿司の授業が年に3回ありまして、その講師として来たのが藤崎先生。実際にここで、そういう炙り物系やるってことですよね。そうですね、炙り物やったりとか、あといろいろ焼き魚とか。焼き魚もここでちょっとそうですね、はい、ここで。やっぱりこう裏のチームで焼き場担当とか、お作り担当とか、その調理方法によってチームが分かれてる感じなんですか？ある程度決まってますけど、みんながどこのポジションに入ってもできるようになれるように動いてます。もう皆さんこう働きやすそうというか、ギスギスしてない雰囲気に感じました。そうです。仲が良さそうというか。昔の板前と違うんで、昔の板前は多分そうかもしれないですけど、やっぱ楽しくやることがいいですよね。福岡産のタケノコですね。あとアワビの柔らか煮と菜の花です。あとだしはカツオの一番だしをと日高昆布でだしを取ってます。栃木といえば栃木といえば、はい、有名な製品です。このラベルも廃盤なんで貴重なお酒になります。わかめのゼリー寄せとホタルイカですね。あとピリ辛の酢味噌ですと山菜、ウルイとフキとゼンマイと小餅昆布ですねの炊き合わせです。上はウニなんですけども、下にホワイトアスパラのペースト状のものがあるのでスプーンで一緒に食べてください。はい、ちょっと洋風な味わいというか。お寿司はどこかで修行したっていうわけじゃなくて、うちの父から教わったり組合の仲間からいろいろ仕事を教わったりとか、そういうふうにして仕事を覚えてきました。これどちらの？これ福岡ですね。海苔の仕入れ先は浅草の沼田海苔さん。はい。まだ鱗焼きですね。漢字一文字で幸せっていうのをすごい体現するもうすごいこれちょっと緑の入ってて、これ何でしょう？これバンドネギ。ネギ。はい。でそこにやっぱりこう沼田海苔さんの歯切れと香り、海苔がないと食べづらいんで、香り物のそのネギとか海苔がすごく生きてくる。お寿司という一つの料理を食べたっていう感じでしたね。はい。修行されたり、実際もうご実家の家業の3代目が継がれて大変だったなって思うことだったりありますか？やっぱり7年前に父が他界して急遽38歳で社長になって、マネージメントとかお金のやりくりとかいろいろ働き方改革だろう、物価高騰だろう、マインドチェンジしていくことが結構大変だったかなというふうに、自分だけのことを考えればよかったところから会社全体ところに考えるっていうところが非常に大変だったかなというふうに思います。
初ガツオのたたきとマグロの三角のトロの部分ですのたたきですね。あっさりしてる。やばいこれうまい。周りトリミングにしちゃうとたたきにした時にちょっとしたもちもち感というか、場所でいうとどの辺なんでしたっけ、マグロの。ちょうどヒレを動かすところの横の筋肉の頭の背中の部分ですね。最初もう噛まなくても勝手に溶けて、はい、でも後半ちょっとこの炙ったところのそうですね食感が、あと温度も上がってるんで余計に刺身で食べるのとはちょっと違う感じです。天草の天然の間ですね、3キロぐらい天草から直送でもらってる鯛なんですけど、周りの野菜は下野の海老原ファームさんの野菜です。カブとアスパラと赤大根と人参ですね。これ本当に寿司屋ですか。栃木はやっぱ結構野菜はいいんですか。野菜はいいですよ、やっぱり結構ビキビキでくるんで、やっぱり2日ぐらい置かないと。このカブ全く生なんで、はい、本当に切っただけの刺身です。本当イタリアンレストラン食べてるみたいな雰囲気になる。東証、これは県内にしか出回ってない限定品です。栃木でしか飲めない。そうです。ああ、米の旨味感じる系だ。お店へのアクセス方法教えてください。車で来るとなると宇都宮インターというところで降りて、そこから車で10分ぐらい。営業時間とはい定休日教えてください。定休日がまず木曜日で、ランチが11時半オープンの2時がラストオーダーです。で夕方は6時スタートの9時ラストオーダーです。価格帯の幅でいうとどれぐらいからどれぐらいなんですか。一番安いのだと6貫で2000円というお寿司があるので、一番高いのだと1万5000円のお任せコースっていうのが高いですかね。どうすれば予約取れますか。ホームページか、あと電話ですね、電話の予約か、ホームページからのネットの予約になります。ネットだと何のサイト。グルナビの予約サイトです。飛び込みも OK なんですか。飛び込み OK です。シャリを切る時のポイントってありますか。素早く手早くダマを残さないように全体に酢が行き渡る。花月さんはシャリは1種類ですか。シャリは2種類作ってます。3年間熟成した赤酢をブレンドしたやつと普通の赤酢。これは通常の方シャリです、はい。続けられる原動力とか原動力面白いなって思うところってどんなところですか。やっぱりお客さんにこう食べてもらって美味しいっていうのが喜んでもらえるのが一番の原動力です。ちょっと剥がしにするのに今日はこの部分の剥がしとここをちょっとこう叩きにして出すとめっちゃうまいんで。ここはなんで普通に切っちゃダメなんですか。普通に切るとこう筋の入りがちょっと違うんだ。筋っぽいじゃないですかこれ。これめちゃめちゃ硬いんでみんなこのまま使うの嫌がるんですよ。だからこのちょうどこの間をこう剥ぐ、こう剥がしとして。だから剥がして筋がないからもうすごい滑らかな感じなんですね。そうそうそう、とろける感じ。背の部分の頭に近いところです。丁寧に筋を抜いて食べやすくした。一切やっぱ筋がないから見た目もすごい滑らか。美しすぎる。一切の噛むストレスがないこの上顎の温度で勝手に溶けていくというか、はいはいはい。いやめちゃくちゃ綺麗。興奮が止まらないんですけど、これやっぱ紐が入ってるんで食感がね、余計に食感とやっぱ香りも塩の香りというか、でサイズも大きすぎないんでめちゃくちゃ美味しいです、握り美味しいです。今の3代目はやはり若い時代の違いをやっぱり取ってそこから会社を作っていこうっていう部分をやってます。先代はやっぱり寿司屋の文化っていうところで本当に古き良き寿司屋
それが今ちょうど融合して切り替えのいい時期だなと思います。1位といえばフォービデン。初めてのフォービデン。うわー、これ美味しいやつですね。もう単体でうまいやつ。ちょっとやっぱ甘め。そうですね。甘口うま口。今サワラのレアカツですね。トリュフルソースと下はグエンって言って海老原ファームのじゃがいも、これをソースにしてるんです。サワラのカツ、はいレアカツ。レアカツ。初めて食べますね。すごい。じゃがいも塩でほとんど味付けしてるだけなんで。すごい芳醇。お野菜美味しいですね。でも衣も薄くてそうです重たくないですね、はい料理長ははい飲食畑でいうとはい。和食以外にもやってたんですか？お寿司が多いですかね。ここの会社に入ったのは。その前はちょっと居酒屋とかだったんですけど。へえ。でもすごいですね。このおつまみというよりはお料理じゃないですか、出てくるものが。すいません。日々勉強してますんで。ああ、すごい。茂木牛っていうお肉なんですけど、こちらサーロインの部位なんですよ。もうすごく油が入ってるんですけど、すごい食べやすい油っていうんですかね。すごく美味しいです。火大丈夫だなっていうはい判断はもう色ですか、それともなんか煙の立ち方とかどこで判断するんですか？まあ焼き色もそうですが、あと触ってみて、感覚でもでも完全に火入れたくないんで。はい、完成です。これ何ですか？さつまいもを千切りにして揚げたものです。茂木放牧和牛、栃木和牛なんですけど、この放牧して育ててるっていう理由で個体数が少ない、売るお店がこう決まってるんですよ。うまっ。一口のインパクトが味噌が余計にこう、はいそれを増長させるというか。多少味噌でこう脱水もされてるので、寿司屋というよりは寿司レストランですね。お寿司食べないお客さんもいます。料理だけ食べてお酒飲んで最後いやでもそかれもっぱ巻きだけ食べて、それも一つの楽しみ方ですね。このお料理のクオリティがもうこれやばいなって美味しい。本当に美しい。小肌って生っぽいのが好きで、都内の方行くと結構締めるじゃないですか。がっつりやってるところですね。できれば本当はもう30分ぐらいつけて揚げてそのまま食いたいぐらいです。その時に食べる一番小肌が一番うまいんですよ。なんかみずみずしさがまだあるんで。酢にちょっと赤酢を入れてるので、はでマグロは藤崎さんにとってどんな魚ですか？今私はやっぱり栃木県はマグロが魚といえば刺身といえばマグロなんで、小さい頃から一番食べてる魚だし、栃木県って全国での消費量トップ3に入るんですよ。そのぐらいマグロが好きな県民性を持ってるんで、非常にマグロにはすごく気を使うかなと思います。マグロって大トロ、中トロ、赤身って基本その3種類しかないんですけど、で分ければいろんな部位にこう焼肉じゃないですけど、砂ずりとかかました赤身、この剥がしとか、この三角のトロの部分ですね、こういうのをいろいろ希少部位を使い分けて、マグロをこう楽しんでもらうってことができるかなと思います。包丁の切れ目が本当に美しい。やっぱちょっと漬けてるんでちょっとだけでもねっちりしてますね。そうですね。ザ赤身って感じの美味しいです。日本酒はもちろん種類たくさんあると思うんですけど、はい、影月さんワインの種類も結構置いてらっしゃるんですか？日本酒ほどじゃないですけど、はい6種類ぐらいずつ。ワイン飲まれるお客さんも結構いらっしゃいますか？そうですね。あ、ちょっと確かに熟成の、あー美味しい蜜感があって。プリプリしてるな身が。これ昆布当ててますね。ここは昆布締めに。皮目のこのコリコリ感がすごい。チダイとマダイどっちですか？マダイです。
昆布どれぐらいですかこれ？ちょうど24時間ぐらいです。あ、そんなやってるんですか？本当は半日ぐらいでと思ったんですけども、24時間にしてみて、今日食べたらこれ最後の方がいいな。塩なんでこっちは白いシャリで切りました。舳倉島の塩ってこれもう震災で作れない塩、もうこれしかなくなっちゃいました。海女さんが作ってるっていう輪島の塩なんですよ。口の中が幸せ。ブランドイメージを漢字一文字で表すとやっぱり僕名前幸男って言うんですよ。幸せっていう字を書くんですけども、やっぱ幸せですから、提供する側と食べる側が心が一つになるっていうことがこんな幸せなことないと思うんですよ。あうんの呼吸、それが僕の幸せです。お寿司の面白いなとか、ここは私を虜にするなっていう魅力ってどんなところですか？魚をおろしたり、毎日毎日いろんな発見ができて、それをお客様に美味しいと言ってもらえる。お客さんにどういうリアクションをされたとか、どんなこと言われたらその大変さを報われますか？やっぱり美味しい、自分に会いに来てくれるお客さんが一番嬉しいですね。身がカマトロって詰まってるんで、薄く切って3枚ぐらいにしてあげた方が食べやすい。霜降りっぽい感じというか、もう牛肉みたいな。やそうです。っぱ油がもう触った時に一番今日食べたマグロで油があって、また剥がしとちょっとだけ滑らかな溶け感が違う。こっちの方が油余韻が強いというか、バター感がある。油がねやっぱり強いですからね。やっこじさんという会社、もしくはこの花月の大将としてはいこだわってらっしゃるところとか、大切にされているところ、はいどんなところでしょうか？はい、食材を扱う我々の一番のやっぱ心の状態とか技術のクオリティとかもっと上げていかなくちゃならないなっていうふうに思ってます。美味しいものを出してればお客さん自然と評価してくれると思うので、基本にやっぱり忠実にシンプルイズベストっていうのはうちの先代からの教えなので、それを忠実に守っていくだけだと思ってます。これいわゆるサビ缶って言うんですよ。栃木県でサビ缶っていうので売ろうって言って、わさびとかんぴょう、これは東照宮巻き、栃木の東照宮と静岡の東照宮で勝手になんですけどなんで東照宮って言うんですか？東照宮って静岡と日光にあるんで、これは静岡の仲間の寿司屋にもこうやって出してんだって、俺もやるって言ってました。まずはサビ缶から。あ、来たちょっと多かったですか？わさび効いてる。あ、爽やか。こっちの方が辛そうなんですけど、どうなの？どちらかというとちょっと苦味があるかもしれない。ボリボリ感が。そうです。あ、全然辛くないですね、こっちは。ちょっと苦いっていうか。何このクリーム。これも自家製の炊いた黒豆のペーストが入った生クリームになってます。黒豆のシフォンケーキですね。クリームもなんかすごい。クリームにも黒豆のペーストが入ってます。いただきます。甘さ控えめで。全然甘くない。甘すぎない。黒豆もこれ丹波の黒豆使ってるんですよ。あ、クリームめちゃくちゃ美味しいこれ。藤崎さん、今日は楽しい時間ありがとうございました。ぜひ栃木から寿司文化を、はい、発信するのを頑張ってください。これです。はい。寿司屋ってかっこいい。はい。これです。いやでも皆さん本当かっこよかったです。はい。料理長の料理も美味しかったです。ありがとうございます。はい。本当に今日は皆さん楽しい時間をありがとうございました。ごちそうさまでした。ありがとうございました。藤崎さんありがとうございました。ごちそうさまでした。